皆さんこんにちは。僕たちはこの日早起きをして外出をしております。当初の予定では5時半に起きるはずでしたが、目を覚ましたらなんと6時でした。大急ぎでゆりやととうまくんのご飯を済ませて、横浜駅行きのバスへ乗り込んで向かっております。僕たちは一体どこへ向かっているのでしょうか。こちら右手に見えますのは桜木ランドマークタワーでございます。はい、こちらはですね、桜木町でございます。バスを降りてイチョウの木を眺めながら目的の場所へ向かっておりますけれども、この日は寒くなるという予報だったので、2人して長袖を引っ張り出してきました。本当にここ最近寒くなって体が追いついていかないですよね。ここで一度トイレ休憩。ここ最近寒いとトイレの頻度が増える2人なんですけど、不思議とトイレのタイミングは合っております。この辺りはですね、もう初めて歩くんですけど、この高島中央公園を通過しまして、その後ですね、そのビルの間を歩いて、目的の地へ向かっているんですが、で海の方向に向かっているんですけれども、とてもね、この日は天気が良くて、お散歩も楽しみながら向かうことができました。そして今回僕たちが向かっている場所というのは、10月17日にオープンした横浜ティンバーワーフです。みなとみらい地区の最大規模の緑地を誇る臨港パークに完成した横浜の新しいランドマーク。その中に横浜初出店となる生ドーナツ専門店のアイムドーナツが気になって今回行くことにしました。はい、1時間半並びました。やっと僕たちの順番がやってきて店内へ入りましたが、ドーナツの種類がありませんでした。とりあえず店頭に並んでいる商品を選んでいたら、ちょうど10時前にクリーム系のドーナツ販売が開始しました。気になるものを早々と確保して、ちょっとお腹が空いたので飲食スペースで軽く食べることにしました。飲み物は隣にオープンしたベーカリーカフェダコーで購入。ここのパンも、いろんな種類があってとても美味しそうでした。ダコーはまた次回挑戦しようと思います。飲み物はコーヒーホットが選べず残念でしたが、気を取り直して食べていきます。マー君が手にしたのは臨港パーク店限定商品のマンハッタンです。僕はグレーズドのかかったドーナツ、名前は不明です。マンハッタンはサクサク生地とたっぷりコーティングされたチョコレートが相性抜群です。グレーズドの方は優しく持たないと潰れてしまうくらい柔らかいドーナツ生地、ふわふわで新食感。1時間半並んだ記憶が飛ぶくらい、美味しいドーナツでした。ここでお互いのドーナツを交換。マンハッタンはオールドファッション生地で結構ハードめな硬さです。こちらはサクザク系なので
グレーズドと正反対な食感。全く違う食感を味わえてなかなかいいチョイスでした。お店を出た後も行列はまだまだ続いていました。開店後に並ぶと約4時間待ちという恐ろしい警告をしていましたので、もし行かれる際は開店前に並ぶのがおすすめです。残りのクリーム系のドーナツは帰宅してから食べることにして、少し臨港パークをお散歩します。謎のオブジェフルーツツリーを発見しました。そしてこちらは謎のオブジェリマちゃんと握手。日本人ペルー移住100周年記念像らしいですね。しっかり握手をしてきました。風が強くなって海が荒れ気味となっております。晴れてたのに雲も出てきました。そしてトンビにはご注意ください。ユリアとトーマくんが待っているので、そろそろ帰宅しようと思います。はい、買ってみました。こちら買ってきました。アイムドーナツ。はい。私はドーナツ。今回ですね、朝早くから行ったけど、ね、ほぼなかったよ。売り切れておりまして、はい。で、あったものをちょっととりあえずね、うん買ってきて、こちらがまずこう左から、こちらが元祖生ドーナツ。元祖生ドーナツ、フランボワーズ、はい。レアカスターでド、カスタード。でピスタチオ、レアチョコカスタードかな、はい。のこちら5種類を買ってきました。はい。ではどれから食べる？生から。元祖生から。いや、まずこれだろう、これからね。で、こちら。はい。半分これでこちらね。何も入ってないね、多分。見た目はね、ほぼ一緒。入れます。はい。結構ね、ふわふわの柔らかいね。確かに。あ、すごい。いただきます。結構ふわふわで。いただきます。いただきます。おいしい。柔らかい。しっとりしてるね。お店で食べたのはさ、これのチョコレートバージョンだよね。グレーズドみたいな。そうそう。なんか子たちがレジしてる時にさ、タイミングよく悪くどっちか分からんけど、コーティングしたやつがされてたね。さらに買いたかったなと思って。はい、じゃあ次。これ僕が選んだやつ、フラバース。これ切るの難しいね。難しい。頑張ってね。上のやつもらっていい？木いちご。半分する？はい。おお。あ、綺麗やない？こんな感じですね。中にクリームが。美味しそう。では、いいただきます。ただきます。酸っぱいからさ、クリームが合うね。レアチーズみたいな感じで、ベリーの香りがね。美味しい。これ最後に食べた方が良かったかもね。美味しい。全然これ二口でいけるわ。超柔らかい。これはなんか並ぶ理由がわかるね。全然違うね、ミスドと。ミスドとあれパン屋さんのやつやろ。生地が全然やっぱ違うね。違うね。じゃあ次こちらカスタードいきましょうか。はい。全部いきますね。お願いします。ちょっと大きめに切ろうかな。なんで？切らされとるけん。なんでよ、ちょっとほんまにほんまにひどいやん。はい、
ほんまにチェーン店の大きさ違うんですけど。そんな変わらんよ。変わる変わる。変わるわ。こちらいまあいいや。チョコはわしを大きくしてね。ただきます。聞いてる？いただきます。おいしい。なんかバナナみたいな匂いした。生地がさ、うんさっきとちょっと違うね。あ、確か色も違うもんね。なんだろう、なんかバナナみたいな。なんか言ってることはわかるけど、わかるよね。バナナの匂いはしない。バナナ、確かにバナナを潰して入れてるのかな、生地に。カスタードも美味しいね。あなたが好きなピスタチピスタチオ。オ。よく見たらピスタチオみたいな髪型してるよ。バカにしとる。あ、すごい。これクリームすっごい入ってるね。すごい。匂いは分かりませんでした。本当じゃね。いい感じ。ね。超。あ、当たりだわ。クリームが。美味しいね。このピスタチオ、当たりのピスタチオや。たまに外れのやつあるやん。わかる。そこまでガツンとくることもなく、クリームと程よい感じで。今日さ、あれやん。言っとかなあかんねんけどさ、どうして全部クリームドーナツだったか。なんでクリームだとか。全部。なぜクリームだったか。なぜですか。冒頭にも話したけど、ほぼなくてメニューが。で10時からこのクリームドーナツ販売しますみたいな、直前で、だからラッキーだったのかもな。まあね。そう、他の種類はほぼほぼ食べられなかったけど、生のやつはほとんどセーバー。そうね。わしプロシュートっていうさ、生ハム食べたかった。他の取ったやつ食べたかったの。ある。でも今度行く時は、平日の朝に行ったら少ない気がする。なんかこのかな。ちょっとコーヒー飲もうかな。最後のラスボスです。もう終わっちゃうの？これなんかあれよ、粉もさ、ちゃんとココアパウダーだな。お店の雰囲気っていうか作りがさ、面白いよね。なんかもうそのまま直に置けた。いただきます。いただきます。どう？これも当たりのチョコレートやね。これがガツンとくるね、チョコ。生地がまだサクサクするんだけど。確かに。美味しいね。やばいね。美味しいね。なるほど。あんな並ぶのが大嫌いなわしらがさ、頑張って並んだもんね。1時間半ぐらい。いや、これめちゃめちゃ美味しいわ。おすすめですわ。おすすめだね。ね、なんかあと中目黒とか。中目黒、渋谷、福岡、原宿、表参道、池袋、自由が丘、京都。で今回オープンしたのが横浜臨海パーク。臨港パーク。横浜臨港パーク。横浜臨港パーク。個人的にはどれが一番美味しかったですか？いやフラワーズかな。あ、そう。でもクロワッサン190円だよ。ほんま。ピスタチオが一番美味しいかな。ピスタチオ、そう言うと思った。なんか基本的にさ、ドーナツが柔らかいけん全部美味しかったけど、クリームはちょっとピスタチオがそうね、お好みでした。カスタードが一番なんか普通って感じだけど、美味しかったね。順番的にフラボワーズ、チョコ、ピスタチオ、カスタード、あと個人的に周りに砂糖がドワってついてないやつを食べてみたい。そういうのもあった？でもメニューほとんどなかったからさ、今日分かんなかったじゃん。今度ちょっと機会があったら
ね、リベンジだね。またちょっと今オープンして3日ぐらいそう4ぐらいなんで、ちょっとねもうちょっと落ち着いてから日よう行ったよな。ね、私まだ3日しか経ってないっていうの知らなかったです。いや僕さ行こうって言った時にさノリノリだったから、なんか珍しいと思ったんよ、そういうことやったよね。17日オープンしたって僕何回も言ったけどさその話聞かんもんね。ということですよ。はい。なのでまた蛇行も含め、もうちょっと落ち着いてから、また行きたいと思いましょう。はい。思いましょう。また行きましょう。はい。ということで、これで